KRI は人に優しく自然にも優しい環境親和性の高い素材開発をサポートします。天然素材としてのセルロース、どこにでもある素材であるシリカに注目して素材開発を進めています。あなたの求めるオンリーワン技術を見つけてください。最初にご紹介したいのはセルロースを原料とした新しい材料開発についてです。セルロース素材の新たな取り組みです。 KRI では木材資源を効率的に溶解することができる技術を開発しました。これにより木材資源を加工性に優れた液体にすることが可能です。セルロース、ヘミセルロース、リグニン、木材から与えられた天然素材による新しい用途展開をご相談ください。セルロース資源を効率的に溶解することができる技術を開発いたしました。これによりセルロースを成形性に優れた状態、さまざまな官能機の導入による変成処理が可能な状態にすることができます。ここまでにお話しした技術を適用することで、天然の動物資源であるキチンなども効率的に溶解することができます。セルロースと同じようにキチンを成形性に優れた状態、つまりさまざまな官能機の導入による変成処理が可能な状態にすることが容易です。完全溶解されたセルロースはペレット、ファイバー、フィルムなど目的に応じてさまざまな形態に成形可能です。これは KRI のセルロース溶解技術の優れた特徴の一つです。完全溶解されたセルロースやキチンはエステル化反応化剤と反応させることにより硫酸エステル化、カルボン化エステル化などさまざまな誘導体に変換可能です。熱可塑性、成分解性、その他の機能性、これも KRI のセルロース溶解技術の優れた特徴の一つです。木材を構成するパルプは非常に優れた素材です。そして素材の応用に重要な技術はセルロース繊維を数ナノメーターまで改善できることです。セルロース繊維の表面を浸水化・疎水化した状態でシングルナノサイズのセルロースファイバーへ改善する技術を開発しました。特に疎水化処理されたシングルナノセルロースファイバーは KRI が世界で初めて創製しました。硫酸化セルロースナノファイバーのミクロな状態をご紹介します。繊維径が3から10ナノメーター、長さは数百ナノメーターから数ミクロンのサイズとなります。セルロースナノファイバーから作成したフィルムは高い強度、弾性率、酸素バリア性、水漏れ防止性、成分解性を有し、さまざまな製品への展開が可能です。シングルナノセルロースファイバーを用いることで透明な多孔質セルロースシートを形成することが可能です。表面の浸水疎水性を変えることで水を通さないガス透過フィルムも作ることができます。硫酸化セルロースナノファイバーは生態に優しい界面活性剤でもあります。化粧品や薬剤への応用が期待できます。疎水化処理されたシングルセルロースナノファイバーを用いることでこれまで作成することが難しかった透明なコンポジット材料を作ることができます。光の散乱を最小限に抑え光学的な透明性を維持しています。セルロースナノファイバーはさまざまな素材と組み合わせることによりこれまでにはない特徴的な機能を発現することができます。シリカエアロゲルと組み合わせることで優れた断熱性・防音性を有するフレキシブルシートの作成が可能になりました。また水性塗料化することにより曲面や隙間などを塗布することができるなどその応用範囲は大きく広がっています。セルロースナノファイバーを窒化ホウ素粉末と組み合わせると折り紙ができるほどのフレキシビリティを持つユニークな絶縁断熱性シートとなります。
チチンやキトサンを硫酸化セルロースナノファイバーと組み合わせることで半透明のヒドロゲルを形成することができます。保水・保湿、抗菌・殺菌、怪我の治癒促進などの効果が期待できます。どこにでもある素材、シリカを原料としたこれまでにはない新しい開発についてお話しします。 KRI はケイ素系材料のユニークな応用技術を開発しています。あなたの求めるものがきっとここにあります。ケイ素系素材を用い、ユニークな特徴を持つ新しい材料を発見しました。何に使うかを決めるのはあなたです。新しい用途への展開をぜひご相談ください。KRI が開発したコート剤の最も特徴的な効果をご覧いただきます。油をかけても滑るように流れて行き、油の跡が残りません。未処理のガラスと比べるとその効果は一目瞭然です。水についても同じような効果が見られます。機材の上を水が滑るように落ちていくのがお分かりいただけるでしょうか。今ご覧いただいたように、今回開発されたコート剤の最もユニークな特性は動滴特性、表面を液体が滑り落ちる特性です。動滴特性としての滑落角はこれまでにはない非常に小さな値となります。なぜこのようにユニークな特性が発現するのでしょうか。表面の状態にその理由の一つがあります。浸水的なマトリックスの中に数十ナノメートルの疎水的なドメインが分布しています。自己組織化により作られたナノレベルでの相分離構造、それがこのコート剤のユニークな特性の理由です。ナノレベルの相分離構造により何が起こるのでしょうか。非常に小さな浸水的ドメインを持つ表面に水滴や油滴を滴下します。液滴はこの非常に小さな表面構造により弾かれ、撥水性・発油性が発現します。これがフッ素原理を用いずに撥水・発油性が生じるメカニズムです。一方、浸水領域が大きいとどうなるのでしょう。水滴と液滴を両方とも弾くことができません。フッ素元素を用いずに撥水・発油性を発現するためには、浸水的な領域のサイズが非常に重要になります。それではなぜ小さな傾斜角度で簡単に液滴が滑り落ちるのでしょうか。浸水的なところと疎水的なところが非常に小さなサイズで分布することにより、液滴を引っ張る力と押し出す力が同時に働きます。おそらくリニアモーターカーのような原理で液滴が動くのではないかと考えています。ご紹介しているコート剤は非常に優れた環境安定性も有しています。200度という高い温度使用でも優れた耐熱性を維持することができます。200度でも分解による重量変化が生じていないことがお分かりいただけると思います。さらに250度まで加熱してもコート剤からのガスの発生は認められません。このことは有害物が発生せず、耐熱性と安全性が両立したコート剤であることを示しています。またこのコート剤は非常に透明なため、ガラスに塗布しても可視光をよく通します。特にシリコン系コート剤は透明性が高く、屋外での使用に適した優れた耐光性材料です。最後にもう一つこの材料のユニークな特徴をご紹介します。この材料は透明でフレキシブルなフィルムにすることもできます。アクリル樹脂とほぼ同じ硬さであるにもかかわらず、ご覧いただいているように折り紙を折ることもできるのです。つまりこの材料は用途によって硬くすることも柔らかくすることもできるのです。ご希望の硬さ、柔らかさで素材を提供させていただきます。今回ご紹介した素材や材料、KRI の技術にご興味をお持ちいただけましたでしょうか。
目的とする用途をお教えいただければ、最適な材料開発をサポートさせていただきます。ぜひ KRI のホームページへもお越しください。あなたの求める答えがそこにあるかもしれません。KRI で検索をお願いいたします。